たきたーヒラメだ、丸飲み、ヌエボ丸飲み。こんにちは、エクリプスプロスタッフの大石です。今年エクリプスから発売されましたゼオヌエボ 95S、 今日はこちらの使い方、実調を交えて紹介していきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まずは日中なんでこのブリリアントオレンジキャンディー、こちらから入れていきたいと思います。はい、ゼオヌエボ 95S なんですけれども、こちら 27g のヘビーシンキングペンシルとなっております。で、前作のゼオ 95S から、まず貫通ワイヤーとなっております。貫通ワイヤーに変えることによって大型の青物、シーバス、あと座布団級のヒラメなんかも安心してファイトできるようになってます。で、もう一つは重心が前作よりやや後方に来るように設計されました。で、後方になることによって飛距離が伸びます。飛距離もね1割ぐらい前作よりアップしております。で、あともう一つはアクションなんですけれど、アクションはロールがちょっと強めに入っているので、ルアーがロールする動き、これを少し強めに入れてあります。こうすることでよりナチュラルに見せれる、なので魚にも違和感なく口を使わすことができます。ではね、ここからはゼオヌエボ 95S の使い方をちょっと紹介したいと思います。基本的にはもうこのただ巻き、普通にこうやって巻いてるだけでいいんですけれど、やっぱね、このシンキングペンシルの一番の使い方としては横の流れを受けた時にドリフトさせる、ドリフト、横のまっすぐこうやって引いてくるのではなく、流しながら、こういう風に流しながら泳がせる、これがやっぱりシンキングペンシルの一番の使い方じゃないかなと思います。釣り場について真正面に投げます。どちらに流れるかまず見てもらって、今日はじゃあ左から右に流れますよっていう時だったら、左に投げてもらってルアーを流しながら巻いてくる。で、この巻く時もあまりテンション張りすぎてグリグリ巻いちゃうと浮いてきちゃいますんで、テンションを緩めるか張るか、その瀬戸際ぐらい、そこで糸吹けを回収するような形で巻いてくれば、ルアーは絶対泳いでくれてますので、こういった形でゆっくりテンションを張るか張らないかぐらい糸吹けを取っていく、こういった形で流していく、流して釣るっていう形ですね。これがシンキングペンシルのまず基本の釣り方となります。あとは、このゼオ、先ほどフォールとかの使い分けっていうのも説明したんですけれど、このフォールを入れてあげることも一つの釣り方というか、ただ巻きで先ほどもちょっと巻いてくださいねって言ったんですけども、ずーっとただ巻きでもいいんですけれど、ただ巻きで巻いて止めてあげる。そうすると今フォールしてます。で、着底地面についたらまた巻いてあげる。
で止める、これの繰り返しですね。ストップ&ゴーって言うんですけども、これで釣っていく方法もあります。これ何がいいかっていうと、フォールで魚に見せれる、フォールで魚に口を使わすっていうことと、あとはボトムを取り直すんで、そこでボトムを意識した釣りっていうのがしやすくなります。あとはその流れとか、そのルアーが流れを噛んだよとか、そういうのが分かってきたら、流れが噛んだ瞬間に止めてあげる。でそこの流れを噛んだ瞬間に止めてあげるっていうのは、流れのその瀬戸際、その際に魚がついてることが多いんで、巻いてきて重くなったなと思ったら一回止めてあげる。でそこでフォールさせる。でそこで口がつかなかったらまた巻く。この繰り返し。そこでやっぱり口使うことっていうのは非常に多いです。なので、その流れが分かれば釣果アップっていうのにはかなりつながると思うんで、そのためにはやっぱりこの一般的なシンキングペンシルの中でもゼオヌエボ 95S は流れを噛んだり、今流れを噛んだなとか、今泳いでるなっていうのが手元にすごい伝わるので、初心者の方でも分かりやすいので、釣果にも絶対つながってきます。流して釣る、ただ巻き、あとは、ドリフトというんですけど、流して釣る釣りと、あとは、流れの変化のところで止めてフォールさせる、で口を使わす、その3つの釣り方がありますね。来た、かかった小さいなこれは。でもすんごいガツンときたけど、シーバスだ。本命ではないですけどね、今釣れました。シーバスですね。今ね、ちょうど今潮変わるほんとタイミング、潮が止まって動き出したタイミングですね。でやっぱシーバスが回ってきたんでしょうね。結構ボトムギリギリを今攻めてたらガツンときていい当たりしました。今回使用したゼオヌエボ 95S のフックチューンについて説明したいと思います。こちらが、通常の4番トレブルフックの4番がついた純正のもので、こちらがトレブルフック5番がついた、私がチューニングしたものとなります。で小さくなると何が変わるかというと、フックが軽くなる分ルアー自体の動きが大きくなります。なのでもう少しアピールしたい、もう少しアクションを大きくして魚にルアーを見せてアピールしたいっていう時に有効となります。それでフックのサイズを大きくした場合、純正の4番から3番、こちらも、3番も使用できます。3番に大きくするとフックが重くなるためルアーの動きを制御できます。なのでルアーの動きがタイトになって大きなアクションを嫌う魚とかに有効となります。一つのルアーでもフックのサイズを上げたり下げたりすることでいろいろなシチュエーションに合わせて使い分けることができますので、試してみたら面白いと思います。はい、ポイント移動してきました。じゃあここでユマ詰めまでやってみましょう。
はい、今日使っているタックルなんですけれど、これも2024年今年の春に発売しましたアクシアトラックフラットフィッシュモデルの 102ML、 今日はこちらを使っております。これはね、アクシアトラックのねフラットフィッシュモデル2機種発売されたんですけれど、99と102、どちらもね私使ってるんですけれど、102の方は広範囲にオールマイティーにルアーなんかも使えるようになってるので、ワームとかメタルジグ、ミノ、サーフで使えるルアーは一通り使えるような仕様となってます。で 99MLL フィネス専用ロッド、最近ねサーフフィネスが人気で、フィネスをやるにはやはりちょっと短めなロッドで、ガイド径も小さくしてあるので、感度が、非常にいいです。なので99の方はフィネス、102の方はオールマイティに使えるようなロッドでですね。今日はね鹿島のサーフに来てるんですけれど、これはね99ではなくね102の方で広範囲にまずは探りたいので、102こちらで今釣りをしてます。でね、102と99どちらも全体的にロッドが細い。一般的なサーフロッドに比べるとロッドを細くしてあります。細くすることによって、振り抜きが良くなります。振り抜きがいいと、疲れないし、キャストも決まるということで、一応両機種ともなるべく細くしてあります。細くて大丈夫かって言われるんですけど、全然これでもバットパワーは両機種ともかなりパワーがあるので、どちらでも青物、メータークラスの青物とか座布団級のヒラメかけても全然負けないバットパワーを持ってます。なのでどちらも安心して使っていただいて大丈夫です。かかったなんだこれは、フラットか。なんだ来たーヒラメだ。よっしゃーやりました。おー丸飲み。よし、今のねもうボトムギリギリ、もうね何やっても反応がないんで、もうボトムギリギリをもう転がすような感じで舐めるような感じでドリフトさせていたら、いきなりドスッと重くなったんで、最初はもうそんなに当たりも何もなくて、ドスッと重くなっただけであれと思って、で一応合わせたら重かったんで、立派なヒラメですよ。よかったです。もう丸飲みですよね。ヌエボ丸飲み。
これだともうバレないんで、もうあとは余裕でしたね。もう少しね引いてくれるとね、あれと思ったんですけど、まあドスンときたんで、もう最高ですよ。立派なヒラメです。リリースします。ありがとうね、ありがとう。よし、はい、お疲れ様でした。今日は朝から一日ね、このデオヌメボ 95S でヒラメを狙ってみました。まあね、最後までね諦めなければねヒラメは釣れます。なので皆さんもヌメボ使って諦めずに最後まで頑張って狙ってみてください。